家電で人間の家事を滅ぼすというトピックが注目されたりもしましたが、人間にはできない家事に近づいた、そんなロボット掃除機です。ロボット掃除機のパイオニアとも言うべきルンバが撤退して同時に話題になったのが、中国勢はもう4年先に進んでいるということでした。やっぱりその圧倒的な技術力と規模感には目を見張るものがあるんですが、そんなロボット掃除機の牽引役の一つがドリーミーです。そんなドリーミーの現段階の最高性能とも言うべきフラッグシップモデルをご紹介したいと思います。改めましておはようございます。なごみけです。ロボット掃除機何個乗り換えるのという話になるかもしれないんですが、それだけこの分野がすごく注目を集めているというか、かなり成長著しいんですよね。今回紹介するのはロボット掃除機大手の一社、ドリーミーのアクア10ウルトラローラーというモデルです。現在日本ではグリーンファンディングでクラウドファンディングの支援を募集中になっています。そんなに乗り換えるほどの魅力は何なのかという点を早速お話ししていきたいと思うんですが、注目すべきポイントは4つです。吸引力、水拭き、段差、障害物回避、もうこれにつきます。1つ目、やっぱり掃除機の性能を測る重要な指標の一つが吸引力ですよね。このアクア10ウルトラローラーは3万パスカルの吸引力になっています。どんなもんなんでしょう。もうトップクラスであることは間違いがないです。僕が 2,3 年前ぐらいに使っていたロボット掃除機は3000パスカルでした。その10倍ですね。この3年で僕は4台くらいの掃除機を乗り換えてるわけなんですが、3000パスカル、8000パスカル、2万パスカル、3万パスカルと、もうね着実な進化を遂げています。実際この吸引力は掃除を見ていても本当に実感できるレベルで、本当に取りこぼしがないですね。今考えると3000パスカルのロボット掃除機とか使ってた時には落としちゃうのもしょうがないよねみたいに思ってたんですけど、これを体験するともう戻れないというか、こういった床掃除での自分が出る幕はもう完全になくなります。そして2つ目、水拭き性能です。個人的にはこれこそが人間を超えたポイントだと思っています。今時ロボット掃除機の水拭きって結構当たり前の機能の一つになってきていますよね。廉価版のモデルでも比較的搭載されるものが多くなってきました。今回のアクア10ウルトラローラーはこの水拭き機能について今後の未来の方向性とも言うべき機能を搭載してきました。それが機体内での浄水循環です。どういうことか説明すると、通常ロボット掃除機の水拭きっていうのはステーションの中にあるタンクから水を引っ張ってきて、それをモップに染み込ませて、その水分で部屋中を行き来するわけなんですが、これだとどうしても例えば一箇所すごい汚れがひどいところに当たってしまうと、その汚れを塗り広げることになるんですよね。雑巾がけに近い話で、本来であれば汚い場所を掃除したら一回湯水で掃除を再開するというような流れになると思うんですが、これをこのアクア10ウルトラローラーはロボット掃除機で実現しました。どういうことかというと、このステーションのようなタンクを本体に積んでしまっているんですね。掃除前のきれいな水と掃除後の汚い水を両方とも貯蔵するタンクを備えています。常にきれいな水をモップに供給しながら汚れを絞り取って汚水タンクに溜めていくような構造です。さっきの雑巾がけに例えるなら、常に水拭きをしながら常に絞り続けているというような状態なんです。これは人間を超えたと言っていいんじゃないでしょうか。ロボット掃除機がこれまで、どれだけ賢くなっても常につきまとっていた汚れを塗り広げるという問題をついに解決することができます。さらに床にカーペットがある場合にはこの水拭きをスキップすることができるんです。自動で認識してローラーを持ち上げてくれるので、通常の掃除の流れでカーペットだけを空拭きのみにしてくれます。そして掃除が終わるとステーションに戻って掃除機の掃除をし始めてくれます。これもまた人間を超えている部分だなと思っていて、まず100度のお湯でモップの部分を浸して徹底的に洗い落としてくれます。100度のお湯ですよ。これも人間にはちょっと扱えないですよね。一通り洗い落としたら70度の熱風と60度の加熱バーでブラシを乾燥させていきます。また空拭きの方のダストバッグも50度の熱風で乾燥させることによって塵やホコリの湿気を落としてくれるんですよね。水拭きだけではなくて空拭きでも雑菌の繁殖を抑えてくれるようになっています。この掃除機のメンテナンスという部分に本当に至れり尽くせりにもなっています。個人的に本当にロボット掃除機こういった方向に進化してくれるのは嬉しいなと思っていて、例えば掃除領域を広げますっていう進化の方向性もあると思うんですよ。
壁をきれいにします、窓もいけますとか、わかるんだけど、大事なのはロボットが得意なことを人間以上の性能とか効率で行ってくれることかなと思ってます。本当にテクノロジーをフルに生かした質実剛健なプロダクトだなというふうに感じました。そして3つ目の魅力、8センチの段差を乗り越えます。8センチですよ。このくらい、鼻ぐらいまでで、こちら細かく言うとですね、8センチ一気に乗り越えるというよりは、連続した4センチの段差を乗り越えられるということなんですね。なので、まだまだ階段を駆け上がっていくようなことはできないにせよ、今後に期待できるような方向性かなとも思いました。それこそ玄関の靴を脱ぐ場所を何の苦もなく乗り越えてしまいますね。そして4つ目の特徴が障害物回避です。センサーだけでなく二眼のカメラによって周囲の状況を確認しつつ掃除を行ってくれます。障害があるかどうかだけではなくて、何が置かれているのかまでかなり細かく考えてくれるんですね。例えばケーブルの絡まりがありそうだとか、これは掃除中に人間が歩いているだけの足だなとか、結構細かく認識できるんですよ。公式では250種類以上に対応しているということです。なので最初使い始める時に家のマップを作成してくれるんですが、その際にも正確に部屋のサイズや形を把握してくれます。抜け漏れが少なくなるという点ですごく安心ですね。ケーブルを無理やり引っ張って照明がガチャーンみたいなことはもう全くありません。以上が今回のアクア10ウルトラローラーの大きな特徴でした。フラッグシップモデルというだけあってベースとなるような性能、空拭き、水拭き、そして障害物回避、その他もろもろ、こういったものはもう今実現できる最高レベルにあるのかなと思います。でもちろんその他にも細かい機能が多数搭載されています。アクア10ウルトラローラーは走っている時にはこの頭の部分がひょいっと出てくるんですよね。ここに積んでいるのがセンサーで、かなりの高性能で状況を察知してくれるんですが、ソファーなどの高さ低い部分に関してはここを畳んでできる限り進めるようにしてくれるんですね。センサーの性能とコンパクトさっていうのを両立した一つの答えかなと個人的にも思います。そして個人的には結構びっくりしたのが、かなりペットフレンドリーだということですね。通常の洗剤とは別にペット用の床用洗剤を、格納する場所がステーションの中にあります。こちら植物性の洗剤で、犬とか猫を飼っている方でも安心して使えるようなものになっています。これわざわざ別で設けるし、なんなら犬とか猫をロボット掃除機がカメラで Vlog 撮りますよみたいな機能も存在します。正直実家で犬猫を飼ってた身としては、ロボット掃除機がそんなに犬猫に近づけるのかはちょっと疑問ではありますが、とはいえここまで考えているメーカーっていうのはそんなにないのでびっくりしましたね。そして、もちろんこの本体だけではなくてステーションの優秀さっていうのもロボット掃除機においては非常に重要なポイントです。アクア10ウルトラローラーはそこも言わずもがなですね。先ほど話したモップの自動洗浄や乾燥のほか、汚水の回収も自動、洗剤の追加も自動、ゴミも最大100日間くらいはそのままにしておいてまとめて捨てることができます。もうほぼほぼオート、セミオート、こういった高性能な掃除機を買うとゴミを見る頻度が減るんですよね。自分で処理する機会も大幅に減らせます。だって100日だったらね、だいたい年に4回くらいしかゴミ取り替えないので、そんな本体とステーション、そしてもう一つ重要なのがアプリですよね。ロボット掃除機はスマホアプリでの操作性とか拡張性なんかも非常に重要になってきます。ドリーミーのアプリは結構使いやすいし、掃除する部屋を自分で選んだりだとか、どのくらいの強さでやっていくかっていうのをオートで任せることもできるし、カスタマイズすることもできるっていう、その自由度の高さは大きな魅力ですね。あとびっくりしたのが、初めて掃除をする時にはこんな感じで、初めてなんで念入りにやってますというふうに言ってるんですよ。これも結構なかなかちゃんとしたプログラムがされているなというふうに思いましたし、自分たちの掃除機への誇りとか機能への自信っていうところも現れたものだなと思います。もちろんドリーミーの掃除機は各種スマートフォームのプラットフォームに連携します。僕の場合はアレクサに指示を出すことによって声だけでも操作することができるようになります。はい、ということで、以上がドリーミーアクア10ウルトラローラーの、大きな特徴というかね、実際に使ってみた感想みたいな部分でした。こうやって使ってみることによって一つ考えたのは、家電にどこまで投資すべきか
という点です。自動化家電で家事を滅ぼすっていうノートをご存知ですか？最近ですね結構話題になったんですが、ドラム式洗濯機買いましょう、食洗機買いましょう、ロボット掃除機も多分人間が幸せになれる家電の上位5位くらいには入ってくるんじゃないかなと思います。何よりもこのロボット掃除機業界はめちゃくちゃ今ヒートアップしてるかなと思います。フラッグシップモデルではもう性能の高さを競ってるし、廉価版のモデルではとにかく安くても充実した機能っていうのをどれだけ入れられるかっていうので競っている。なので、今のタイミングでは本当に金額が性能に直結するタイミングかなと思います。それもあって、今回人間を超えたんじゃないかと個人的には思っているんですが、高いんですよデメリット一番のところはそこかな。値段が高い。本当に25万円はちょっとね割に合わないとは全く思わないし、なんなら値段対性能で言うとコスパいい方かなというふうに僕も思うんですよ。どれだけ最高性能を求めるかというポイントではありますが、今クラウドファンディング中ということで、動画公開時点では超早割り 33% オフがまだ、支援人数の枠が残っています。16万17万くらい、これはすごいお得ですね。本当に定価より安いからおすすめですよとかじゃなくて、もう普通に価格と性能を比べてめちゃくちゃおすすめしたいような金額になってます。ロボット掃除機もすでに使っていて、ちょっとねそれも 3,4 年前のモデルとかであれば本当に当時と比べても破格のコスパで購入ができると思うので、ぜひぜひ検討してみてください。これは本当におすすめですね。この値段ならかなりありで、高いっていうのは金額面の話で、一旦置いておいても、他のデメリットで言うと、ちょっと大きいこととうるさいこと、これは難点かなと思います。めちゃくちゃうるさいというほどではないし、通常の掃除機と比べると静かなんですが、とはいえ邪魔っちゃ邪魔な音量ではあるかなと思いますので、その点は3万パスカルに目をつむるかなというところですね。ステーションも結構サイズ感に迫力があるので、僕みたいにクローゼットの中に収納して基本は待機させるみたいな使い方がベストかなとは思いますね。それはそうなんですよね。性能が上がれば当然ボディは大きくなるし、あと騒音も多少出てきます。もうこれは世の普遍の心理の一つなんですが、だからこそ、自分が納得できるバランスのものを選んで購入できればいいのかなというふうに思います。ということで改めて今回紹介したのはドリーミーのアクア10ウルトラローラーという最高性能のフラッグシップロボット掃除機でした。いや本当に今後の掃除を完全に任せられるというか、僕なんかよりはるかにちゃんとやってくれるので、任せるべきことは任せる、本当に自分のことに集中できるような、そんな時間を作り出せる家電の一つかなと思います。改めてになりますが、現在クラウドファンディングで支援を募集している最中ですので、ぜひ概要欄の方からリンクをたどってみてください。このチャンネルでは他にもガジェットやライフスタイルに関する様々な動画を上げております。ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で、以上なごみけでした。では。